海外のフレッシュバンドブラッド TCG の YouTube や Podcast を視聴していると、頻繁に耳にするのが above, below, at rate という言葉で、これらはカードの比較的な評価価値を表しています。今回は実践的なファブにおけるカードの強弱の評価、レートについて考察します。カードレートとは、平均的なカードの表現価値を基準として、対象のカードが意図した用途で使用されたときに発揮できる平均的な表現価値の相対評価となります。表現価値とレート、評価の差は、表現価値は絶対価値で数値で表されるのに対して、レートはゲーム平均表現価値と比較した相対価値なので、アットレート平均通り、アボーブレート平均超過、ビローレート平均未満という表記になります。基準となる平均表現価値は、テキスト効果なしのバニラカード、ウンディングブローを見るとわかります。ウンディングブローはブロックなら3点の表現価値、しかし攻撃なら4点の価値となっています。ハミルトン式に展開するとアクションポイントには1点の価値がある計算になります。よってこの方法で見ると、ウンディングブローを攻撃に使用した場合は、カード1枚の持つ3点の価値、プラスアクションポイントが表示する分の1点を合わせて合計4点となります。つまり攻撃、防御の両方でこのカード単体には3点の表現価値があると解釈できます。テキスト効果なしの他のコストありバニラカードを見れば、それぞれ左から順にウンディングブローより1点ずつプレイに必要なコストが増えています。これに比例して攻撃値も1点ずつ上がっています。よって1点のコストが持つ平均的な表現価値は1点とわかります。よってまとめると、全体平均表現価値はカード1枚3点、リソース1点につき1ポイント、アクションポイントにつき1ポイントということで計算できることになります。カード価値の重要性と初代世界王者マイケル・ハミルトンの名を世に知らしめた代表的なカード、ウンディドブルを例として見てみます。3コストかかりアクションポイントを消耗するので、7点攻撃値はテキスト効果の条件を無視すると、バニラカードのレイジング・オンスロートと同様になり、平均通りのレートカードです。しかし、テキスト効果の条件を満たした場合は、8点攻撃になり、レート超過のカードになります。ファブ初の世界王者ハミルトンは、超高額のマジェスティックカード、コマンド&コンカーではなく、ウンディドブルをアイスランダーのデッキに搭載して、2022年度 USA ナショナルチャンピオンシップで優勝したことでファブ業界を驚かせました。これはアイスランダーのゲーム開始ライフが通常の40点より低く、ウィザードの特徴性上、最後は相手のターンでも攻撃を行う2ターン連続攻撃ができるため、ゲーム全体を通して戦略的に相手よりライフ値を低く維持したまま勝利するスタイルが捉えるヒーローと判断して、その状況でウンディドブルの価値を見出した結果によるものです。つまり戦略的にウンディドブルをレート超過で使用できるデッキ構造というわけです。実戦でのレート評価の使用方法としては、もし自作の構築デッキがいまいち弱いと感じた場合は、以下の観点から見ても面白いかもしれません。レート超過のカードが何枚入っているか。レート超過のカードが安定して使用できるように他のカードによるサポート環境はできているか。手札を何回も引いてそれぞれの手札の表現価値が実際に平均14点以上のレート超過の合計になっているかどうか。ご視聴ありがとうございました。